ちょうどいい。10円くれてやるよ。横暴な3代目社長からの突然の解雇通告。長年会社に尽くした俺に、冷徹で自分勝手な社長は退職金として10円を投げつけた。冷静に反論し、対話を求める俺を社長は吐き捨てた。今すぐ出て行け。あんたの痕跡やら資料は全部破棄していけ。社長から俺への最後の望み。その希望に叶えるべく、俺は会社人生最後の仕事に取り掛かった。俺の名前は岡田五郎。60歳を間近に控えた会社員で、地方の町工場で技術者として働いている。職場の町工場はいわゆる地方の優秀な中小企業だ。現社長が大改革と事業拡大を果たし、小規模で大会社から搾取されることも多かった町工場を躍進させた。時代についていこうと思っているが難しいものだよね。社長は時々自虐のようなことを言う。かつて2代目社長として先代や親戚と衝突しながらも道を切り開いた社長。社会が大きく変化する中で工場と家業をどう残していけるのか。それを考え、世情を読み、勝てる勝負を仕掛けて成功者として生き残った。それでも社長は決して慢心していない。今の若い社長たちっていうのは持ってる知識が違うよ。まあ、世の中にこれだけ情報が溢れてるんだから当然なんだろう。若い経営者との交流を積極的に図り、自らも新しいものを次々と試す。社長はいつまでも探求心を失わず、おごらず、自分の成功を誇りに思いもしない。その姿勢を俺ももちろんだが、工場の人々は尊敬していた。仕事に必要なのは社長のような堅実さと学びを忘れない精神。社長のために仕事をしている。確固たるものではなく、何が何でもそうだというわけでない。しかし、少なくとも俺は自分のために頑張り、社長に恩返しをしたいと思って仕事に励んでいた。このままそんな日が続いていく人生。そう信じて疑わなかったが、突然それが打ち崩された。社長が交通事故に遭い、急死してしまったのだ。高速で大型トラックの事故に巻き込まれたら、そらもう、しかも雨の深夜だもんな。社長は数日間の予定で親交のある地方の経営者たちに会いに行っていた。事故に遭ったのは最終日を目前にした日の深夜。深夜の高速道路を走行中、後ろを走るトラックのスリップに巻き込まれてしまった。もともと社長の出張には数人の社員が同行を申し出ていた。しかし社長は工場のスケジュールに迷惑をかけたくないからと一人で出かけたのだ。あっけないな。この先の話だってしないままで。この先といっても次は哲夫さんが社長だろさ。3代目社長が誰になるのか。それはまだ社長の生前の段階でも確定していなかった。だが、なんとなく息子の哲夫さんが継ぐというのが既定路線だと感じていた。哲夫さんというのは社長の長男で、固い意志を持てという社長の希望を託されて、そう名付けられた人だった。本人も父の声に応え、熱心に勉強し、一度は有名企業に就職。しばらく社会経験と修行を兼ねた日々を過ごし、数年前に家に戻ってきた。そして、社長の下につき、次代の社長になるための新たな修行を始めていた。最初は、哲夫さんは社長にどこか似ていて、経営者や父親として尊敬の念を持っているのだろうと思っていた。だがそれはこちらの思い込みで、哲夫さんは社長とは正反対の性格をしていた。
哲夫さんは先代とは違うタイプの社長になるだろうね。それは、まあ、そうだろうね。俺は、ちょっと心配だよ。哲夫さんは、スタンドプレーの人だろ。同僚が、哲夫さんの話に表情を曇らせるように、哲夫さんはいくつも不安要素を抱えている人だった。社長のそばで修行をしながら、社長とはことごとく対立していた。どうしてこんなに人件費をかけるんだ。うちの業務のほとんどは外部委託でもいい。それにオートメーション化できるラインも多い。それは本気で言っているのか。外部委託、オートメーション化。それをすれば外にうちの技術を売ることになるんだぞ。それの何が悪い。金になるものを金にするのも立派な商売だろう。技術と権利、特許の漏洩になりかねないぞ。それはいいのか。哲夫さんは野心と野望をむき出しに工場を何か別の正体を持つものにしようと考えているようだった。会社が持つ独自の技術や製造と工場運営のノウハウ、先代が自分たちの商売の要であり柱だと守り続けているものも哲夫さんは売り物にしようと画策した。哲夫さん、海外の企業だったり、企業買収の会社だったり、そういうところとつながろうとしただろ？ああ、社長が止めたけどね。それで、こうなって社長になりますって言われるとな、正直怖いものがあるよ。哲夫さんの社長就任を前に、俺たちの前には濃い霧が広がっている。はあ、できることなら、哲夫さんよりも、まあ、無理だろうな。同僚と同じ気持ちだったが、ため息混じりに答える。先代にはもう一人、優子さんという娘さんがいる。優しい子という名前そのままに、気の細やかな賢い人で優秀な女性。哲夫さんよりも社長の気質に近く、勉強熱心な人という評判がある。しかし彼女は結婚して家を出て、そもそも銀行員として活躍している。もし三代目を選べるのならば、哲夫さんよりも優子さんにという声はあるが、優子さんの現状を考えれば不可能だ。俺たちは結局、特に何もすることもなく、哲夫さんの社長就任を見届けた。こちらの皆さんには、いずれ会社を辞めてもらいます。哲夫さんは社長となり、思う存分、自分の力を誇示し始めた。様々な部署と製造ラインを見て回り、会社に不要だと考えている部署には未来の解雇を通告する。いいか？あんた方は今の時代にはいらないんだ。今は人の代わりに機械とコンピューターが何でもしてくれる。あんた方は頭が古いからそんなこと知らないだろうけどね。相手が誰であっても、哲夫さんは顎を上げ、人を見下ろしてものを言う。来月から固定給はなくす。これからは完全出来高払い。スポーツ選手と同じ。能力に給料を払う。ある日の朝礼で社員全員に驚きの発表をした時も、勝ち誇った笑みを浮かべながらだった。挑発的な目で社員たちを眺め、反論を許さない。固定給の廃止と出来高払いの導入を自分の独断で進める。哲夫さんとしては格好よく大改革を成功させるつもりだったのだろう。しかしその計画は手続きや制度の変更という数々の手間を前に消滅した。哲夫さんには野望はあるが、それを何が何でも成し遂げようという根気はそれほどなかったらしい。社外のアドバイザー、社内の経理部や総務からたしなめられて、へそを曲げた形で断念した。しかし、哲夫さんは諦めなかった。代わりの案として、懲罰制度を取り入れた。ミス、怠慢があれば減給を課す。そうじゃなければ、検責と警告だ。哲夫さんは、危機として、社員たちの行動に目を光らせるようになった。出来高払いの導入が叶わない
腹いせという人もいたが、当たらずとも遠からず。大安の懲罰制度を成功させるつもりなのか、哲夫さんは些細なことにも処分を下す。不必要な残業ばかりじゃないか。悪いけど残業代は出さない。それに減給だよ。お言葉ですが社長、残業は納期が迫っているからしているんです。このまま納期に遅れたら取引先にご迷惑を。納期に追われて残業を余儀なくされる社員に非常な宣告をする哲夫さん。スケジュールに余裕がないのは人員不足と取引先からの追加の要望があったところも大きい。ひとえにこちら側と社員の責任とは言い切れないが、哲夫さんには関係ない。とにかく処分と減給を言えれば構わないから、あっさりと人を断罪する。そうこうするうちに会社の中には萎縮ムードが漂い出した。仕事への意欲も業務計画にも影響が出てしまい、製造ラインの稼働率まで落ちた。まだ微々たるものでも業績にも陰りがさす。岡田さん、今月でここを出ます。え？そうなのか？はい、ここにいても給料が下がるだけで、ちょうどいい転職先が見つかったので、仕事に励む張り合いがなくなり、会社内の雰囲気も悪くなる一方。こうなれば、増えるのは退職者だ。若い人たちは特に明るくなくなってしまった将来に絶望したのだろう。哲夫さんに不満を伝え、最後に抗いながら辞めていく。中堅、ベテランクラスの社員でも転職活動に励んでいる人は多かった。こちらも転職先を見つけたら退職する。そんな中で俺は転職のつもりなく働き続けた。勤続40年という数字にどこかこだわり、変化を好まない保守的な性格も裏にはあった。だがそれ以上に自分を見出してくれた先代社長のためにも会社にいたいと思っていた。どんな状況でも結果を出せば会社のためになる。それが自分の考えていた会社や先代への恩返しになるはず。そう信じて雑音には耳を閉ざすようにして前だけを見据えていた。しかし、俺が哲夫さんのターゲットになる時が来た。岡田さん、あなた、空気読んで辞める気はないですかね？それは、どういうことでしょうか？いや、うちの会社は65歳を定年にしてるんだけどね。まあ、60で定年の会社もまだ多いわけじゃない？だから、あなたもそのあたりの流れを取り入れてくれないかなと思って。もし私の働きが足りていないというのであれば、その時は潔く退職させていただきます。ですが、明確な理由がないのであれば、その勧告を聞くことはできません。哲夫さんの退職の打診は、唐突で簡素なものだった。日頃の人を見下すような笑みを顔に残して、本心を隠して俺に迫る。この際ですから、どうぞ本心を打ち明けてくださって結構です。なぜ私に退職を望むのか、お話ししてください。俺は、哲夫さんが何を思っているのか、興味があった。本音を告げられ、打ちのめされるかもしれない、そんな不安よりも、会社に混乱を引き起こしている、哲夫さんの考えを知りたかったのだ。じゃあ、はっきり言わせてもらうね。理由は、年寄りが給料をもらいすぎてるから、と言えばいいでしょうかね。あんたが一人で人件費を圧迫してるんだ。私が人件費を圧迫、ですか。ああ、父がどれだけ評価していたのか知らない。けどな、年寄りのくせに贅沢しすぎなんだよ。でしたら、給料を下げていただいて構いません。自負するものでもないとは思いますが、私はしっかりと給料分は働いてきたつもりです。哲夫さんは、俺の待遇が良すぎると口を曲げた。営業成績やこれまでの業績に際立つ部分がないにもかかわらず、
どうして高級鳥の中にいるのか。自分自身に疑問も持たず、どうしてのうのうと会社にいられるのか。恥はないのかと俺に問い、首をかしげる。私はこれまで会社を支える部門の一員として陰ながら励んできました。それを恥じるつもりはありません。俺は哲夫さんの問いそのものを否定する、そんな返事をした。自分のプライドをそこに込めた。だが、哲夫さんはそれも気に食わない。やめる気はない。そういうことか。半ば怒りの形相で、哲夫さんは俺に最後通帳らしき言葉を絞り出した。ありません。待遇への変更はいくらでも伺います。ですが、退職は受け入れることはできません。俺が毅然として退職勧告を突っぱねると、哲夫さんは怒鳴り声を上げた。あっそう。それなら、クビにしてやるよ。俺を指差し叫び、そのまま、解雇だ、解雇、と続ける。わかってるな。解雇なんだ。退職金は出さない。社長、それはあんまりでは？私を解雇しようにも、正当な理由はないでしょう？俺は、あんたが人件費を釣り上げてると言ったよな。それが理由だ。それから、俺の方針に異議を唱えたからな。それも理由だよ。俺の反論を、哲夫さんは怒りに任せて叩き落としていった。会社をスリム化しようとする自分の努力を踏みにじる、害悪の存在と俺を罵った。ちょうどいい。10円くれてやるよ。哲夫さんは真っ赤な顔でそう言うと、ズボンのポケットから10円玉を取り出して俺に投げた。10円は床に転がり、どこかへ行く。拾え。あれがあんたの退職金だ。社長、あなた、なんて人なんだ。黙れ。あんたはもう社員じゃないんだ。哲夫さんの捨て台詞に怒った俺が立ち上がると、哲夫さんは大声で吐き捨て、部屋を出て行こうとした。その後ろ姿を見ていると、最後に振り返った。今すぐ出て行け。それからな、あんたの痕跡やら資料は全部破棄していけ。処分の手間までかけるなよ。哲夫さんの顔に戻った独特の微笑みに、俺の忍耐力も消え失せた。何を言われても会社のためと保っていた精神が一気に崩れていった。それから俺は一心不乱で勤続40年のすべてを打ち壊した。自分の資料一切と、かつて先代社長の肝入りで開発した工場の製造ラインと生産管理に関するコンピューターのシステム。社長は社外からエンジニアを招き、社内でも社員を選抜して、その当時予想されていたデジタル化に備えた。俺が選ばれたのは技術系の専門学校を出ていたから。このシステム開発で今でいう SE の技術を身につけた俺は、長年システムの管理責任者も務めていた。開発当時の忙しさや苦労を思い出すと、今でも胃が痛む。それでも会社を成長させた分岐点になる仕事に関わった。その考えは深い。そんな、俺の会社人生のすべてが詰まったものを根こそぎ削除した。同僚たち、まだ会社に残る人たちにかけてしまう迷惑と損害を考えると、ためらう気持ちもあった。しかし、哲夫さんの言うことを聞こうという少しの邪悪が働いた。俺は数時間かけ、会社にいた自分の痕跡を消去した。誰に挨拶をすることもなく帰宅し、自宅で家族と急な退職と、これまでをねぎらう会を開いた。翌日、予想していた時間に電話が鳴った。落ち着いて出ると、電話口で哲夫さんが叫んでいた。おい、あんた何しやがった？何をとは何でしょうか。とぼけやがって、システムを消しやがったな。はあ、何をおっしゃっているのか。俺は、哲夫さんの言うことの確信には触れず、とぼけ続けた。何か言われたら、すべてを消し去れという社長の希望を叶えただけと答えるつもりだった。
冗談じゃねえ。最後の最後まで使えない男だ。俺が知らぬ存ぜぬ体を貫き通していると、哲夫さんの我慢が限界に達したようだった。俺への捨て台詞を吐くと電話を切った。仲間への申し訳なさがこみ上げたが、それは少しずつ消えていく。俺は携帯を握り直し、電話帳を開いた。そして会社とそれに関係する全部の連絡先を消去した。騒動から3ヶ月、俺が勤めていた会社は跡形もなくなくなった。哲夫さんが混乱したシステム停止の余波で、最後は慌ただしく倒産したのだ。システムが止まり、工場の製造ラインはダウン。業務は完全に中断を余儀なくされた。おまけに、一部事務のシステムにもシステムの削除の影響が出た。会社は息の根が止まったも同然となり、世間からの信用も失った。いや、岡田さんがシステムに手心を加えたと思ってましたけど、もうそれはどうでもいいなと思ってましたよ。かつての同僚がシステム停止をした時の心境を苦笑しながら明かしてくれた。システムの管理責任者だった俺しか、システム削除をしようなどとは考えない。だから騒動は俺によって引き起こされた。同僚は深く考えずとも分かったと言ったが、俺を責める気にも、哲夫さんに可能性を指摘する気にもならなかったそうだ。まあ、あの時には会社を辞めようと決めてましたからね。哲夫さんが仕切る会社に愛想が尽きていた元同僚は、流れに身を任せることにしたのだ。そして、そんな決断をしていたのは彼だけではなかった。当時会社に残っていたほとんどの社員が退職の意思を持っていた。誰もがトラブルの解決に消極的になり、あの時混乱していたのは哲夫さんだけだったそうだ。トラブル解決の道筋が立たない中で、社員は一斉に退職。倒産の最後の決め手はそれだったという。会社と自分の立場と職を失う形になった哲夫さんは、親族から吊るし上げられたそうだ。代々続く会社と工場を潰し、世間からの信用を裏切った。その責任を問われ、親族から絶縁され、頼るところもなく、今は日雇いと単発の仕事で食いつなぐだけ。プライドもへし折られ、かつての傲慢さは見る影もないらしい。一方で俺は転職先を得た。退職から1ヶ月後、どこから事情を聞いたのか、先代の娘の優子さんから連絡があったのだ。知り合いのベンチャー企業で経験のある技術者を探している会社があると聞かされた。先代はかつて優子さんに、俺を優秀で物覚えのいい人間だと言っていたそうだ。父の自慢だった岡田さんをぜひ紹介したいと思いまして。俺に再就職を持ちかけ、優子さんはその裏事情もしっかりと教えてくれた。紹介する会社は優子さんの勤め先の銀行が融資をしている。俺の転職話だが、反面は優子さんが得を得る機会。すみません。私の私利私欲の部分もあるんです。ただ、岡田さんにも悪い話ではないと思いましたので。申し訳なさそうな優子さんに、俺は感謝を伝えた。そんな経緯があり、俺は現在、若い技術者たちに囲まれて、第二の会社人生を始めている。知識と経験を伝えながら、逆に若い人たちから最新の技術について手ほどきを受ける。いくつになっても学びがあるというのは嬉しい限り。体と頭が動く限り、俺は誰かの期待に応えていきたい。今は心の底からそう思い直している。